あなたは赤い切り裂き魔と呼ばれた残忍な殺人鬼がいたことをご存知でしょうか。遡ることおよそ30年前の1990年11月、当時のソ連領であるウクライナ、この地で一人の殺人犯が逮捕されました。彼の名はアンドレイ・チカチーロ。彼こそが赤い切り裂き魔の名前で呼ばれ、若い女性を中心に50人以上も殺害した恐ろしいシリアルキラーなんです。さらに衝撃的なのが、彼が殺人を犯すその理由。なぜチカチーロが人を殺すのか。それはただただ興奮を覚えるから。自らの欲望を満たすため殺人を繰り返したアンドレイ・チカチーロ。なぜ彼は50人もの犠牲を出すまで逮捕されなかったのか。そこには国家ぐるみのある傲慢な考えが存在していたんです。僕の会社絶賛ウェブエンジニア募集中。概要欄からケンちゃんです。闇由美子です。ガチで募集しちゃった。来てね。本当に来てほしいです。さて本日取り上げるのはですね、赤い切り裂き魔と呼ばれているアンドレイ・チカチーロ。彼は自分の身勝手なわがままで50人以上を殺害していったんです。そしてね、その裏には彼のある歪んだコンプレックスがあったんです。チカチーロのコンプレックス。後にソ連中を恐怖に陥れる殺人鬼アンドレイ・チカチーロ。彼は遡ることおよそ85年前の1936年10月、ウクライナ共和国スムスカヤ州の小さな村ヤブロチュノアに生まれました。そしてチカチーロが生まれて間もなく第二次世界大戦が始まるんです。これにより彼の父は徴兵され、母親に女手一つで育てられることに。なんかかわいそうな感じね、これ。まあ戦時中だとね、これは普通だったんですよ。だったんですけど、チカチーロね、実はね、この家にはね、普通じゃないこともね、あったんです。チカチーロにとって母は自分を屈辱的な気持ちにさせる存在だったんです。というのもチカチーロはおねしょの癖があり、その度に彼は母から暴力を受けながら侮辱されたんです。これはチカチーロにとってトラウマのような出来事だったんです。そんなチカチーロも成長し、学校に通うことに。そこで彼を待ち受けていたのが同級生たちからのいじめ。原因はチカチーロの極度の近眼によるおかしな目つきと、撫で方による独特のなよなよした雰囲気。俺も撫で方なんだよな。これにより彼はいじめの格好のターゲットになってしまったんです。なんかここまでいいことなしじゃない、しかもね、チカチーロにはね、さらにね、こうね、彼を悩ませるようなね、別のこともあったんです。チカチーロ少年を苦しめていたのは男性的な機能不全。つまりチカチーロのチカチーロがチカチーロしなかったんです。何よ、どういうことや。つまり大きくなんなかったんですよ。身長がはい。まあね、そう苦しんでる方もね、いらっしゃるんであれなんですけど、まあいなくはないらしいのでね、それのしょうがないことではあるんで、はい。とにかく若いチカチーロにとって男性としての機能がないことはとても大きなコンプレックス。そしてこのコンプレックスは後に彼を苦しめることになるんです。しかしそんな彼にも人並み程度、いやそれ以上の女性に対する興味がありました。そしてチカチーロはついに力技に出るんです。彼が10代の後半の頃、チカチーロの妹が家に友人ターニャを連れてくることがありました。そこで彼はターニャを無理やり襲おうとしたんです。怖っ。しかしここで例のコンプレックスが発動。力ずくで襲おうとした女性に対してもやはり彼のチカチーロは役に立たなかったんです。いやもうそもそもね、無理やり襲うってなんなんマジで、なんなんクソチーロね。妹の友人ターニャからもひどい罵声を浴びせられ、チカチーロは男性としての大きな劣等感に苛まれました。このように幼い頃から自信を打ち砕かれたチカチーロ、増大していくコンプレックスから目を背けるため彼が取った行動が勉強に勤しむこと。素晴らしい。そしてそんな最悪な思い出たちをかき消すかのように勉強し続けた結果、チカチーロは地元一の秀才になっていったんです。なら、逆転劇っぽいよね、これ。そうなんです。そしてね、秀才チカチーロについに大学受験が訪れるんです。学力を手にしたチカチーロが目指したのは名門モスクワ大学の法学部。当時のソ連においてここを卒業することはエリートコースを歩む第一歩だったんです。コンプレックスを消すための必死の勉強により一番の秀才となったチカチーロ。彼の受験の結果はなんと不合格。ここでも尊厳を粉々に打ち砕かれたチカチーロは不本意ながらも工業の専門学校へと進学。失意のどん底に落ちたチカチーロ。しかし間もなく彼の人生を好転させる出来事が起こるんです。彼が19歳の頃、タチアーナという2つ年下の女性と恋に落ちました。ついにチカチーロに訪れた本気の恋愛。今度こそコンプレックスとなるあれも大丈夫だと思えたんです。しかしいざその時になると、またチカチーロのあれは機能しなかったんです。チカチーロのチカチーロはダメチーロだったんです。
しかしせっかくの本気の相手チカチーロは必死で何とかしようとします。精力剤を飲んだり薬を塗り込んだりして対策するも、タチアーナはむしろその必死さにドン引き、後に彼女ともお別れすることになるんですが、この出来事はさらにチカチーロのコンプレックスを増大させていったんです。しばらくして学校を卒業した後、チカチーロは数年の兵役を得て電話工として働くことになりました。ここからチカチーロはしばらくの間まともに働き続けるんです。そしてチカチーロが27歳になった頃、彼の妹が一人の女性を紹介してきます。というのも当時のソ連は18か19で結婚するのが普通でした。しかし20代後半になっても結婚する気配のない兄を心配し、何とかしようと知り合いの女性を紹介してきたんです。でも妹さんめっちゃいい子じゃん。いやほんといい子、こういう妹欲しいわ。妹いないんで、姉2人なんで。そしてね、このね妹の紹介がね功を奏すんです。なんと失敗続きだったチカチーロだったんですが、紹介されたフェーニャ・オドナチェワという女性とは思いのほかうまくいくんです。そして間もなく彼女との結婚を果たすことにおめでとう。相変わらず機能しないあれをどうにかこうにかして2人の子供を設けることもできたんです。最高やん。さらにチカチーロはソ連共産党にも入党、地元での支部長を務めたり共産党記者としても活動し、一定の地位も築くことができたんです。しかしそれでもチカチーロが長年積み重ねてきたコンプレックスは消えることはなかったんです。家族を得ても社会的に認められても満たされないコンプレックスを抱えたチカチーロ、この後ある一つのきっかけで殺人鬼へと変貌していくんです。急にね順風満帆な人生になったんですけど、ただ彼のねコンプレックスはねまだね消えなかったんです。大きくなるのか、なんないならもうセノビックかなんか飲めばいいじゃん。何セノビックって？セノビック知らない？なんか牛乳みたいなやつ。そう乳飲料。なんか牛乳混ぜるのかしらわかんない。セノビック？そう身長大きくなる。伸びないっすよあんな。伸びないの？試したことある？ないけど。そしてここから彼が赤い切り裂き魔と呼ばれるようになる殺人がついに始まってしまうんです。赤い切り裂き魔の誕生。チカチーロが抱えるコンプレックスは一つだけではありませんでした。あれの機能不全ともう一つ引きずっていたのは大学へ行かなかったこと。地元一の秀才だったはずが専門学校にしか行っていなかったことがチカチーロにとってはひどく惨めなことに思えていたんです。そして結婚を機にチカチーロはある決意をするんです。チカチーロが決めたこと、それは大学への入学。結婚の翌年から勉強を始めたチカチーロ。もともと頭が良かった彼は30歳の頃に無事とある大学の教養学部の通信教育課程へ入学を果たすことになります。そしてその後も大学で勉強を続け、5年の年月をかけ卒業。でも素晴らしい教職資格を取得し、チカチーロは小学校の教諭になります。なら、キャリアアップしてんじゃないかな。いやそうなんですよ。一見ねこうね最高ってなるんですけど、やっぱこの男の人生あんまねちょっとねうだつが上がらないんですよ。大学を卒業し教師になったチカチーロ。教師としての彼は一言で言うと最悪でした。もともと人前に出ることが苦手で極度の上がり症だったチカチーロは教壇に立っても授業をすることがまともにできなかったんです。そんなチカチーロが受け持ったクラスはほとんど学級崩壊のような状態に。これだけならかわいそうなチカチーロで終わる話なんですが、彼は自ら間違いを犯すんです。なんとチカチーロある日女子生徒の体を触ってしまうんです。これダメ。これ最低よ。もう最悪。これをね機にね彼は当然ね学校をねファイヤーされてしまうんです。こうして教職を追われたチカチーロなんですが、若い男女がいる場所で仕事をしたことで彼の良くない扉が開いてしまうんです。ここまでチカチーロはひたすら侮辱され劣等感を感じ続けてきました。そしてなんとか自らの手で勝ち取った教師という立場も追われてしまいました。自業自得っすけどねこれね。その後いくつかの学校を転々としたチカチーロは1978年炭鉱業専門学校へと転勤になります。セクハラ教師と後ろ指を刺され各地を転々としながら流れ着いた場所で、ついに彼のコンプレックスと抑えていた異常性が暴走してしまうんです。自分の中に渦巻くものがマックスに達したであろうある日、チカチーロは一人の少女を誘拐。そのまま襲おうとしたところ抵抗されたので、なんとそのまま殺めてしまうんです。そんなチカチーロを襲った感情、それは後悔や罪悪感ではないんです。殺害した瞬間チカチーロが感じたのは今までにないほどの性的興奮。ここまであらゆるコンプレックスが山積した結果なのか、チカチーロは殺人に興奮を覚える怪物へと変貌してしまったんです。さらに悪運が強いことに、この事件は別の前科ある男が逮捕され、チカチーロの罪が追及されることはなかったんです。ただ意外にもここからしばらくチカチーロの犯行は鳴りを潜めます。しかし男性としての自信を完全に失っていたチカチーロがあの最高の興奮を忘れられるはずもなかったんです。彼はここから赤い切り裂き魔と呼ばれる連続殺人犯へと変貌していくんです。さてね、ここからね、この恐ろしい扉を開けてしまったチカチーロどうなってしまうのか。一度はね、鳴りを潜めた変態殺人魔なんですけど、一回それが表に出るともう歯止めが効かなくなっていったんです。チカチーロの正体。
最初の殺人からしばらくの間、チカチーロはおとなしくしていました。しかし3年ほど経った1982年頃のこと、チカチーロはついに圧倒的に向いていない教師を辞め、国営工場の幹部職員に転職、そして新たな職についてほどなくしたタイミングでまた例の衝動が襲ってきたんです。そして一度スイッチが入ったチカチーロはとどまることを知りません。なんと彼は1983年6月から9月という3ヶ月の間に立て続けに4人もの命を奪ったんです。そのターゲットは成人女性から幼い男女まで、とにかくある程度若ければ見境がないんです。そしてその殺害方法はお金や物で人目のつかない場所に誘い出し襲うというとてもシンプルなもの。何よりチカチーロにとって大事なものは手段やターゲットではなく性的興奮を得ること。彼はより大きな興奮を得るため死体の一部を切り取って持ち運んでいたんです。なんかもう雪だるま式にやばくなってくじゃないか。まあでもね、こんなねずさんな犯行してたんでバレないわけがないんです。こうして短期間に10人から20人に手をかけたチカチーロ。彼のスイッチが入って1年ほど経った1984年のある日もターゲットを探しバス停で若者に声をかけていたんです。しかしついにここで監視中の警察に声をかけられ、チカチーロのカバンが調べられることに。そして彼のカバンからは刃物やロープなどが見つかるんです。そしてこれが原因でチカチーロはついに逮捕。しかしこれでおしまいではなかったんです。なんとこの時チカチーロは実際に何かをしたわけではなく、怪しいものを持っていたというだけで証拠不十分という判断で間もなく釈放されることになるんです。これに気を良くしたのか、釈放後のチカチーロは間もなく犯行を再開。なんこのずさんにさ犯行繰り返してんの、証拠がないの。他の事件とかも証拠あるでしょ。まあね。でもね、これにはねれっきとしたね理由があったんですよね。なぜ巧妙とは言えない手口で犯行を繰り返すチカチーロがここまで逮捕されずに犯行を繰り返すことができたのか。この大きな原因の一つはソ連という国にあるんです。ソ連は経済活動が自由な資本主義ではなく、経済を国が管理している社会主義国、つまり経済的な競争や格差が存在しない国なんです。そして経済的な格差が存在しないことで、当時のソ連には今では考えられないこんな通説があるんです。社会主義には連続殺人は存在しない、経済的な格差がなければいさかいはないと主張したんです。連続殺人という行為そのものを否定したんです。そのためチカチーロが行った一つ一つの殺人が関連付けて捜査されることがなかったんです。つまり一つの殺人を疑われても連続殺人犯と見られることはなかったんです。なぜ怖っ。国家ぐるみで理想を守るために嘘ついてたんですよ。しかしチカチーロは一つ大きなミスをしていました。この頃の彼はソ連中で犯行を続けていたんですが、ある時モスクワで人を殺めてしまいます。そしてこれによりソ連の秘密警察 KGB が動き出すことになるんです。ここから状況は一変していくんです。 KGB っていうのは平たく言うとソ連で大きな力を持つ秘密警察のことなんです。 KGB は不老者に変装するなどして街中に大規模な捜査網を敷いたんです。当然そんなことは知らずチカチーロはずさんな犯行を繰り返していきます。そしてついに1990年チカチーロは逮捕されてしまうんです。逮捕時彼は返り血を顔中につけたまま歩いていたと言われています。きっとねこっからね赤い切り裂き魔ってねこう呼ばれていくんでしょうね。はい。尋問により50人以上の殺害が判明。裁判の結果は当然死刑。そして今から26年前の1994年、大量の犠牲者を出しソ連中を恐怖に陥れた赤い切り裂き魔チカチーロへの刑は静かに執行されたんです。何を手にしても決して満たされることのなかったコンプレックスが最悪の形で暴走し多数の犠牲を出したアンドレイ・チカチーロ。今となっては信じられないんですが、ソ連に連続殺人という概念さえ存在すればすぐに幕を閉じていたのかもしれません。もうね本当に自分勝手すぎますよね。それで50人の命を平気でね、殺すってね。こいつ氏もやばいんだけどさ、国の理想を押し付けてそうやって認めないっていうのもやばいわよ。国もやばいし家庭環境とかね、やっぱ人間って環境に左右されるなっていうのはやっぱあるんですけど、でもだとしてもっすよ、環境とかね手持ちのカードでねそこでどう頑張るかみたいな方向に難しいとこもあると思うんですけど、でもそれしかないっすよね。全部環境とかのせいにしてたら全部の犯罪がね合法だっていう風にされちゃうし、やっぱねある程度年齢って分別つくと思うんですよ。そこまでに至るね教育とかねいろんな制度によって人格形成されていくとはいえね、よくも人を苦しんでることをね平気でできるなっていうね、それって教育云々の前に人間の本能としてさそれがひどいって思ってほしいですけど、これも理想なのかもしれないですけどね。はい。